実は読者公募で誕生していたキャラ。この手の話題は筋肉マンとか有名だよな。ロビンマスクも読者公募からだし。これはレジェンド。筋肉マンは公募じゃないキャラあげた方が早そう。吸血鬼すぐ死ぬの吸血鬼くんがエッチなことを考えると流れ星を降らせるおじさん。この人公募キャラなの？九死の読者頭9しすぎるだろ。世界観に馴染みすぎている公募キャラ。こいつだけで番が多いからよっぽど使いやすいんだろうな。ヒロアカのバブルガール。もう一人の公募キャラのセンチピーダーもセンス尖っててかっこよいよな。ボーボボの地獄のイルカ。これ見た目のインパクトもすごかったし意味のわからなさも最高だった。地獄のイルカは扱いがすごく丁寧って考察すれがあったな。ボーボボのこういうとこ好き。大の大冒険の超魔ゾンビ。もともとはハイパーザボエラという名前の読者公募のモンスターだった。下の補足の無論分離することで元の姿に戻れるがあまりにもザボエラの解像度高すぎて大好き。読者公募といえばドラミちゃん。当初は妹じゃなくてガールフレンドにするつもりだったのかな。どこかの少女が女の子のドラえもんを出してくださいってお便りくれたのが発端だったはず。ここから1ヶ月でバージョンアップしてるのがすごい。ロックマンシリーズのダストマン。東京都の村田祐介くん。さすがだろ。この後にロックマン5でクリスタルマンも送ってまた採用されるし。当時中学生にしてすでにこの画力と説明力って。ポケモンの流星群と徹底抗戦。流星群は公募で同じアイデアのものが十数人いてその中からさらに抽選された子が受賞だったはず。徹底抗戦はマジで秀逸。鋼タイプ、特殊、高威力、ハイリスクの要素が全部織り込まれている。アイカップガトリングガンスパイ。夜桜産地の大作戦。最近はめっきり見なくなってしまったな。ヒロアカとか夜桜さんくらいしか記憶にない。減った要因はパクリとの戦いもあるのかな。画像はガッシュの魔物デザイン募集に来たやつ。後書き漫画で作者さんにパクリやめてって言われてたね。遊戯王のリーフフェアリーともう一つはマジカルバケーションか。パクリ問題の足としてアイデアの押し売りもあるな。百科の作画の野沢先生もそういう注意喚起していた。カラクリサーカスの黒ヶ村に出たアンラッキー。元の絵は見つからなかったけど子供が描いた可愛い感じだったのをこんな怖くした藤田先生さすがと思った。デンジャラス爺さん。岐阜県の横山優くん。新キャラとして送られてきた写真をそのまま載っけるわけのわからなさは好感が持てる。妖怪ウォッチの一旦ごめん。ネーミングセンスとデザインが神がかりすぎてる。サイククスオの読者が考えた超能力買い好き。モザイクは嫌すぎる。銀玉のマッハのリコもそうだな。東京都の斉藤さんの名前まで本編に出てくるのが実に銀玉である。ローゼンメイデンでは一般公募で決まった第8ドールケイクジャクが存在する。モチーフのチョイス、デザインのセンスが際立っている投稿者。その原型を維持しつつブラッシュアップしたデザイナーの手腕。その両方が光る仮面ライダー5ズのオクラオルフェノク。子供の独特なモチーフのチョイスからお出しされる普通にかっこいい怪人デザインってしびれるわ。牛音虎の君の考えた妖怪大募集という企画で採用された読者デザインを元にした妖怪山王。山王メインの話自体も良かったし、デザインもシンプルだけど闇あってよかったけど闇が触れすぎていてこれ考えて送ったやつ大丈夫かと心配されてた。カラクリサーカスのブロム A はかっこよすぎてやらせを疑ったレベル。作品内でも印象に残るいい出番だったよな。ゾイドのデススティンガーとかすごい好き。ゾイドの中でも屈指のよデザイン。考えた子は何を思って海サソリなんてモチーフにしたのか。デススティンガーって公募キャラだったの？俺が初めて組んだゾイドだぞ。今でも実家の部屋に飾ってるし動くぞ。素晴らしいキャラクターを生んでくれてありがとう。ゲームだけどロックマンエグゼが印象深い。フォーオーボナビグランプリのレーザーマンという頭身を揃えた以外ほぼそのまんまでの採用という驚異の完成度。トリコの読者公募で登場したグランドシャーク、ドラゴンクエストの外伝にしか登場しないマイナーなモンスターだから編集も気づかなかったのかな。昔はまだしもネットが普及した時代なら名前くらい検索しろとは思う。パクリ応募の回避ってうまい方法ないものか。ボンバーマンビーダマン爆外伝でアニメに公募キャラが出るぞみたいな企画で最優秀取ったのがロックマン X のボスキャラマンマだったからね。出るって聞いたけど取り下げになったのかその回見たけど出てなかった記憶。これが最終候補作ってのを発表して一般読者にこれ大丈夫だよねって確認させるのが一番手堅いと思うわ。ミニドラは秘密道具アイディアコンテストの公募から生まれたキャラなんだよな。ちっちゃいドラえもんが欲しいっていうのはすごいアイデアだと思った。パワポケ6のホルヒス。シュールギャグみたいな登場だったのにいつの間にやらマスコットキャラとして定着。ホームランを打つけど
きっと持つよ。実は公募キャラであることは意外と知られていない男。稲妻イレブン、亀崎カッパ。記念すべき100話を飾ったのすごくない？読者募集キャラでありながらいつの間にかレギュラー化した上、主人公の相手役すらかっさらっていった男。チョコ耳の桃山ムム。途中から読んだから公募キャラだったの初めて知った。何度でも言われてるがウォールペンギン思いついて送った人は本当に嬉しかったろうなって思う。トリコの食材とか8割くらい公募だった記憶。これが読者運なんてそんなんあり？センスが切れすぎとちゃう。トリコなら骨なしさんは、名前だけでここまで美味しそうなのすごい。ラッキーマンの男のロマンが印象深いわ。色塗ってない公募の元絵からそのまま真っ白けのデザインで出して、最終的になぜ真っ白になったかという過去エピソードまでついた。そしてバクマンにもセルフオマージュされたキャラが出た。H1 グランプリの時は特に読者公募のキャラが多くて賑やかだったな。デザイン的に勝ち進むんじゃないかと思ったキャラが早々に脱落したのに比べるといかにも消えそうな男のロマンはある意味大出世キャラと言える。ラッキーマンといえば文庫本の後書きで会長の顔デザインは応募案と見せかけてがもう本人がデザインしたとぶっちゃけてた。実はそれはよくある話だったのかも。人気の盛り上げ作戦ですよ。子供たちが自分の絵が採用されるかもしれないと番組を見るのももっと真剣になるでしょう。マジンガー Z 対暗黒大将軍のオープニングで視聴者公募の絵が流れるんだけど、明らかに大人がわざと下手に描いたようなのが1枚混ざってたな。クロスボーンランダムシリーズは読者公募でモビルスーツを募集してたけど、後半はリアル既成人どもから頭おかしいものがガンガン送られてきていたな。無印の頃のエレゴレラみたいに後に一級のメカデザイナーを輩出した割と実績ある公募だからな。我こそはという新人が名前を売るいい機会なんだろう。公募キャラがたくさん出てくる漫画、コンボ番長。表紙だけの登場かと思ったら何人かはちゃんと本編出たの驚いたな。矛盾番長はかなり終盤にデザイン変わって登場したし。何人かというかこの画像の中で本編に出なかったのたった3人だからな。爆熱はショウボス。道家はメインキャラの一人といい感じに。ガウガウは新章の敵のトップバッターと美味しいポジションもらってたりする。道家番長がメインキャラと結婚したらしき展開はびっくりしましたね。スーパー戦隊の公募キャラオリガレット。現状最後のスーパー戦隊ヒーローが視聴者からの公募というのが生かすところ。セイントセイヤ、乙女座はそのまんまだし、カニ座の特徴的なマスクも読者応募。今でもこういう公募ってあるの？はがきなのかな？はがきだろうな。メールとかだと今となっては生成愛に汚染されるのがオチだろうし。皆さんの思うキャラ出てきましたか？確かに今なら AI が考えたやつが出てくるんだろうな。イラストは自分で描くとしても元ネタは AI に考えてもらったり。なんとなくわかる。意味不明だけど伝わってしまうセリフを集めた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。